皆様こんにちは、米谷彩子です。前回に続いて今日も練習についてお話ししたいと思います。最近はスポーツ科学のように音楽家兼心理学者という方も増えていらして、どういうふうに練習をしたら効果的に学習できるかという研究なども進んでいます。その中でなるほどそうだなと思うものをご紹介したいと思います。一つは頭にスティックする。スティックっていうのはくっつく。つまり頭につく、つまり身につくように学べるかというような研究で、例えばいろんな情報、たくさん本を読んで、ただ情報として入れるだけではあまり身につかないということなんだそうです。練習もただ練習をするのでなくて、それを小出しに思い出して使う方が、こちらでそれをリトリーブって言ってるんですけど、その方が身につくということなんです。例えばちょっとして自分でさらったものを少しインフォーマルに誰かに弾いてみるとか、例えばちょっと録音してそれをちょっと弾いてみるとか、ただただ自分で入れるっていうよりも、それを出して使うということが必要だって言ってるんですね。私が思うに、例えば教えることは学ぶことって斉藤秀夫先生が昔言ってらしたんですけれども、教えるっていうのも自分の知ってる情報を相手に伝えることによってまた自分が覚えるっていう効果があるんじゃないかなと思っています。それと別の研究ではインターバルトレーニングが効果があるそうです。これについては私自身はまだ半信半疑なんですけれども、こんな研究がありました。10人ぐらい、大体同じようなレベルのピアニスト10人くらいに来てもらって、それを2つのグループに分けて、それで大体みんなに初めて聴いた曲で、そんなに、めちゃくちゃさらわなくても弾けるような、例えば2日3日さらったら弾けるような曲という課題を数曲やってもらって、それで一つのグループにはいつものように自分の思ったようにさらってもらって、ずっと、それでもう一つのグループには20分経ったら強制的に次の曲に行く、次の20分経ったら強制的に次の曲に行くということにして、例えば6曲だったら2時間というのを数日やってもらって、それからしばらく間が空いて1週間とか10日とか空いて、その人たちにみんなどのように弾けたかっていうのを弾いてもらったそうなんです。そしたらそのインターバルトレーニングをやったピアニストたちの方がアンプがもっと残っていたということと、正確に弾けたという結果が出てるそうなんです。ただその知見者というか、やってもらったピアニストは揃いも揃って自分が思ったように自分の気が済むまで一曲をやった方がうまくできていたとみんな思ってたそうなんです。っていうのはやっぱり20分でタイマーで、はい次、自分の意思に関わらず次また違うことに頭を使わなきゃいけない、それから20分また頭を使わなきゃいけないっていうことに慣れていないことと、それからまた新しく頭を回転させなくちゃいけないっていうことにみんなが気持ちよくなかったみたいな、カンフォータブルじゃないっていうことがあったそうなんです。でこれはそのタイマーなどを使って強制的に20分経ったらこっち、20分経ったらこれをやるっていうさらい方なんですけども、やってみると例えば自分で1時間経ったなと思ってる自分の時間の感覚がこの20分20分20分でやるとずっと短く感じられるということはあります。とってもやらなければいけない曲がたくさんある時とか、これは効果的かなと思います。ただこの練習の仕方というのは
こう部分練習とか、例えばオーケストラのオーディションがあって、これのエクサプスとこのエクサプスとこのエクサプスをやらなくちゃいけないっていう時は、これを A をやって B をやって C をやって、それをまた繰り返すということで、こう一日にさらわなかった曲っていうのがないっていうような、そういう効果があると思います。例えば部分練習、ここのパッセージここのパッセージというふうにさらっていくにはいいと思うんですけど、こう演奏会が近づいてきて曲を仕上げる時には、やっぱりそれのこのコネクションというか、このつなぎをさらわなくちゃいけないので、このさらい方だとどうなのかなとちょっと思ってます。それと前回 With Winning in Mind っていう本、有名なライフルの優勝者のレニー・バスハムという方が、調子に乗ってる時はそのままずっと続けていくようにっていうふうにことをその本で言ってるんですよね。彼はこう割とこうすごくこうメティキュラスってこうすごく緻密に、この今日はこの練習をしてこの練習をしてこの練習をしてってこう計画を立てて、例えば何とかを100発撃つとか、あんまり私はライフルのことが分かりませんから読んでもあんまり覚えてないですけど、それをでもそのつもりだったんだけど、ずっとその人が同じことをなんかこのやってるんで、他の人がどうしたんですかって聞いたら、その調子に乗っている時はそのままその練習を続けるようにって言ってたんですね。だからそれとこの20分のにはちょっと当てはまりませんけれど、その途中でこう例えば1時間ぐらいで飽きてしまうとかいう時もあるとか、例えばこう機械的な練習どうしてもやらなくちゃいけない、やっぱりバイオリンといっても半分こう体を使って、こう頭というよりも体を使ってやるところがありますから、この指を動かすとか、そのためにはその機械的な練習っていうのも少しはいりますから、そういう時にはこのインターバルトレーニングっていうのは役に立つんじゃないかと思います。ちょっと話が変わりますけれども、この前日本でも宣伝していたので、デュオリンゴっていうアプリをご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、デュオリンゴっていうのはこうちょっとずつ日に数分を目安にいろいろゲーム感覚で語学を学ぶアプリケーションです。私は英語は高校を卒業してアメリカに来ましたから、でこちらももう長いですから、アクセントを除いて日常で困るっていうことはありませんけれども、ドイツ語はできません。いつもバッハが使っていた言語だから理解したいと思いつつ、本なんかも買ってみましたけれども、長続きしないで挫折していました。清井ホール室内管弦楽団、特に前の清井シンフォニエッタの時は、団員の方にドイツ語がベラベラの方が何人もいらして、ゲストコンダクターの母国語がドイツ語だった時は、英語で普通はリハーサルなんですけれども、そのリハーサルの間にドイツ語が飛び交ってるっていうことが結構多かったんですけれども、そんなこともあってドイツ語できたらなとは思いつつ、ヨーロッパに行っても私の場合は英語の方が、特にドイツは英語が通じますから全然必要がなかったということもあります。それに10年ちょっと前ぐらいにウィーンフィルの給油を訪ねた時に、英語で話したらいいじゃないっていうようなことを言われてしまったんで、それでそのまま挫折をしてました。それでドイツ語を学ぶことは諦めていたんですけれども、デュオリンゴっていうのはこうゲームみたいなところがあるので、ちょっとこうボケ防止にもいいかなと思って、毎日あんまり期待もせずにちょっとずつやっていくことにしたんですね。それであれはこう何日続いたっていうのがあって、その1日とか2日とかはその今までのクレジットでこうちょっと
それをご破産してくれるようなところがあるんですけど、今ちょっと600日を超えたぐらいです。もちろんまだ全然デュオリンゴの中にある課題しかできませんけれども、最近になって少し簡単なことなら分かってきたなと思っているところです。このデュオリンゴ的な学習法がバイオリンの練習にも活かせないかなと最近考えてます。いくつかのことでこのアプリケーションは効果があるんだと思います。一つはデュオリンゴの一つ一つの課題っていうのは割と短くて、そんなに自分ですごくやったっていう感じじゃないんですけど、割とそんなにすごく苦労しなくてもまあまあ楽しめる感じで、それから今度は2番目にその学んだことがある程度の感覚を置いて復習として戻ってくるんですよね。それから3つ目はその何日続いたとかいうことで、例えば切れてしまった300日続いたのに切れてしまうともったいないっていうような感じを起こさせるので、それでこう毎日やるリマインダーが来ますから やるようにみたいな、それをすねてみたりとか、いろんなキャラクターが出てきてやってくださいとか、いろんな形でリマインダーが来るんですけど、そういうことによってその習慣としてデュオリンゴで5分でも10分でも、ドイツ語ならドイツ語、フランス語ならフランス語、スペイン語ならスペイン語をやるっていうような、そういう習慣をつけるような、そんなアプリなんです。その3つのことによってこのアプリケーションをやることによって効果があるんだと思います。昔アスペンで私が学生だった時に、やっぱり同じジレイ先生についていた同級生の中で、いつも9時半からオーケストラが始まるんですけど、その前に8時半ぐらいのバスに乗って学校まで行って必ず練習を始めるっていう人がいました。その人は今アメリカ五大オケの一つのコンサートマスターです。もう長い間コンサートマスターをやってらっしゃいます。もう一人また男子の方で、必ず朝9時になると音を出すと決めていた人がいます。どうしてこれを知ってるかっていうと、彼のルームメイトが私の友達だったので、9時に必ず起こされるって言って文句言ってたので、その時はあまり気にも留めてなかったんですけど、今は世界的に有名なカルテットの第一バイオリニストで何枚も CD を出してます。別にその2人ともすごく長時間練習をしていたという記憶は私はないんですけれども、彼らがすごく規則的に練習をしてたのは知っています。一方、私は練習をする時間っていうのが決まってなくて、結構倍のケースを開けるのが一番大変な仕事っていうような感じ、今でもちょっとそうです。それで一旦ケースを開けて練習を始めてしまえば問題はないんですけど、そのケースを開けて練習をするとこにたどり着くのが結構大変な感じのとこがあるんですけども、今更ながらその習慣として練習することの大切さっていうことを最近ものすごく実感しています。最近読んだ本の中でジェームス・クリアの「アトミック・ハビッツ」っていう本があるんですけど、この本はもうアメリカでかなり何週もベストセラーに入ってますけれども、これはすごい本だと思います。ちょっと調べてみたら日本訳も出ていますのでおすすめします。例えばこの一つ一つ、例えばデュオリンゴでも例えば5分とか15分、長くても15分ですけれども、その毎日やることによってこう思ってもなかったこう効果っていうのが出るような気がします。だからバイオリンの特にこう肉体を使うバイオリンのようなものは、お勉強とかいうのは例えばそんなにこう筋肉を使うとかいうわけじゃないのでよく分かりませんけれども、バイオリンの練習はやっぱりこの毎日少しでもちょっとずつでも
やるっていうことがいかに大切なのかなと思います。さっきのインターバルトレーニングの話ですけども、インターバルトレーニングをやると割と時間が短く感じられますから、例えば5分この音階だけをさらうとか、10分デリア先生のベーシックでも、例えばアーティキュレーションを5分とか10分とか表に書いてありましたけれども、割と10分小さなこの習慣を続けていくということが大切なんじゃないかと思います。今でもそうですけど、少し昔音階をさらうようにって言ったら、音階の本っていうのは例えば小野アンナ先生の音階の本か、それからカール・フレッシュの結構太いのか、中学生の頃にはガラミアンの音階の本が入ってきたと思いますけど、特にカール・フレッシュの本なんかを見ただけで、わあこの一つの章にこんだけやらなくちゃいけないみたいなのですごく圧倒されて、時々はやるんだけれどあとは全然やらないみたいな感じのことが起きてしまうので、少しずつでもちょっとずつでもやるっていうことが、その習慣っていうんですか、小さな習慣っていうのがいかに大切なのかなと最近思ってます。特にテクニックの基礎練習の場合、習慣として例えばオクターブを10分やるとか5分やるとか必ずやるっていう習慣を決めてしまえば、そのカール・フレッシュの音階の本を見て圧倒されて、たまにたっぷり時間がある時にさらうというよりもずっと効果があると思います。今日は練習に関連してリトリーブについて、インターバルトレーニングについて、それから小さな習慣についてお話ししました。ではまた次回にお目にかかりましょう。